皆さんこんにちは。小松です。今回より FGO のマシキリエライトを作りたいと思います。買ったの2018年のワンフェスなんですよね。あれ ?4 年前だと？ちなみにちょっと手違いで動画素材が消えてしまい、開封、理系材落としパートはやらせ動画です。どうも切り取りでやる癖がついてしまってバックアップをしたつもりが切り取り。さらに後日バックアップしとかなきゃと今までのバックアップをまず削除。するとどうでしょう。バックアップすべきファイルがないではありませんか。小松。あなた疲れているのよ。小松の系。理系材落としを行います。相変わらずセスキの激落ちくんを大型の容器に入れて使っています。このパーツはグリパン芯の2パコ V2 ですが、今回のマッシュは縦がめちゃくちゃでかいです。そういうバカでかいパーツがたまにあるので容器は少し大きめのものを使っています。理系材落としを終えたらサンドブラスト。この動画は唯一サルベージできた動画です。縦の持ち手部分ですね。ここで苦戦した縦本体動画がサルベージできないあたり、小松です。準備ができたので表面処理を行います。最近はまたアルティマブームが来ていて、これしか勝たんと思っています。小松はルーチンワークが苦手なため、工具を変えてモチベを維持しています。こんなことばっかりやってるから部屋が工具だらけ。ヤスリがけで埋まってしまったり浅くなってしまったモールドは BMC タガネで掘り直します。パーツの単面などは気泡が残りやすい部分です。このようなところはアートナイフで少し気泡を広げてパテを入れやすくしてやり、パテで充填します。タルクとシアノンを使っていましたが、タルクは少しくすんだ色になってしまうので、アルテコの粉シアノンを使うようになりました。こっちの方が心なしか削りやすいような気がします。盛り上がったパテの除去は超高スクレーパーを使っています。これ削りやすく面も綺麗に出るし先端が細いので、奥まったところにも使えます。ちょっと細いので折れやすいという課題はありますがそこは小動物を扱うように優しく接してあげましょう。小松は3本目ですね。予備でもう1本買っとくか。スクレーパーであらかた削ったら、スポンジやすりで表面を仕上げて完了です。小松の系。胴体部分などにもちょいちょい気泡があるようなので適宜埋めて処理していきます。埋まってしまった筋彫りは BMC タガネで彫り直し。こういうところって立体曲面なので筋彫りテープも貼れずフリーハンドでやらないといけないので苦戦します。できるだけ力をかけずに回数を重ねてやっていますがもうちょっと簡単にできないものか。髪の毛パーツの処理を進めます。髪やすり棒が最近のお気に入り。髪の毛の複雑なやすりがけが効率的にできます。全体的に髪の毛の先端が丸まっていてチンアナゴみたいなので先端を尖らせていきます。周囲をスクレーパーを使います。鉛筆を削るように周囲をカンナがけ先端が尖るまで削り込みます。削ったらヤスリで表面処理。やはり尖らせるとリアルな感じになって良きですね。髪の毛の束と束の間の溝もヤスリがけをします。特にこういうところはシリコン型が弱く溝がガタガタしていることが多いので、ヤスリがけをしてそのような見栄えの悪いところを平滑になるよう表面処理します。最近購入した紙ヤスリホルダーもなかなか良い仕事をしてくれます。昔流行った芸人サンダーってやつとほぼ同じものですが軽くて使いやすい。毛先がストレートになっている部分はこいつを使った方が一気にヤスリがけができて良いですね。小松の系。マシといえば巨大な盾。
パーキングラインの除去は超高スクレーパーでカンナがけをします。あらかたパーキングラインが除去できたらスポンジやすりで表面処理。スポンジやすりでは難しいデコボコ面はユーターやすりで表面処理します。力を入れすぎると修復が大変な傷が入ってしまうので注意。溝が埋まってしまっているようなので、ここはノコで切り飛ばします。多分シリコン型が壊れて埋まっちゃったんだよなぁ、という感じですね。同様にノコでカット。棒やすりの幅がちょうど幅ぴったりだったのでノコでカットした溝を広げつつ表面処理も行ってしまいます。思ったより重労働。小松の腕取れちゃう。小松時計。縦の持ち手部分を改造します。もともとレジンの棒を差し込むような構造なのですが、ここは強度が欲しいので真鍮棒に置換します。持ち手パーツに合う長さに真鍮棒を切り出して差し込めるように改造します。軽量エポパテを盛り付け。硬化する前に真鍮棒を埋め込みます。硬化したらデザインナイフでエポパテを削り落とします。パーツの単面まで削り落とし、表面を整えます。このキット、盾を持たせるためにはマッシュの手に真鍮棒を通さないとダメなので真鍮棒は外せるように加工が必要です。真鍮棒を取り出せるように、デザインナイフで垂直な溝を掘ります。内側の盛り上がったパテも表面処理を行って平滑にします。表面処理ができたので、真鍮棒を戻します。持ち手の改造、完了です。小松時計。縦についている丸モールド、確かに原作通りなのですが、せっかくなので金属パーツに置換します。モールドを削ってしまうと位置がわからなくなるので、あらかじめモールド中心に穴を開けてモールドを削り落としてもわかるようにしておきます。モールドを削り落とします。まずは棒やすりでモールドを荒削り。さらにスポンジやすりで表面を整えます。ここに金属パーツをあらかじめ開けておいた穴に合わせて配置します。配給パーツの金属パーツを使いました。このサーキュラーがかっこいい。そのまま塗装をしてしまうのはもったいないので、クリア系塗料で塗装をしてせっかくの金属感を残したいと思います。配置完了。なかなか豪華な感じになりました。盾の内側なども同様に修正をして、金属パーツに置換します。ユーターで削り落とし、ヤスリで表面を平滑にします。改造、表面処理が終わったのでサフ拭きをしておきます。ここで表面に傷があったり、汚い仕上がりになっていた部分はサイドパテで埋めて修正です。でかいパーツって、確実に要修正だからな。ぼちぼち直していきます。ということでちょうど良い時間になったので今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。